よし。キリトくん。リーファ。まったくもう先にログインしちゃうなんてどれだけ待ちきれないのよ。すまん。しょうがないんだから。でもついにこの時が来たんだね。あれが新しく実装されたエリア。光と闇の神々が住まう伝説の浮島大陸、スバルト・アルブヘイムか。そうだよキリトくん。で今はお兄ちゃんでいいか。新エリアの実装を楽しみにしてたもんね。ああ、 ALO アルブヘイムオンラインを遊ぶようになって数ヶ月。この大型バージョンアップを俺を含めた数多くのプレイヤーたちは本当に心待ちにしていたんだ。早く遊びたくてうずうずしてるって顔だね。さあ、いつまでもこんな遠くから見てないで早くあそこまで飛んでいこうよ。ああ、行こうリーファ。着いたな。ここがスバルト・アルブヘイム。そうだね。ようやく出てこられましたよパパ。今日はお二人だけなんですか？後で落ち合うことになってるんだ。そうなんですね。ユイ、ここは新エリアの。はい、ここはまだ新エリアの入り口、浮島大陸の最初の島、浮島草原ボークリンデです。ここから一つずつ島を攻略していき、移動範囲を拡大していく。つまり次の島に行けるようになるという仕組みです。なるほどな。ありがとうユイ。よし、転移門にたどり着いたぞ。では転移門について説明します。これがスバルト・アルブヘイムの街か。やっぱり初めての街に降り立つとワクワクするよね。宿屋や商店などの基本的な施設はもちろん、酒場や闘技場などもあるようですね。そうなんだ。後で回ってみるか。パパ、少しいいですか？システムが一部アップデートされています。既存の ALO の街中と違い、この新エリアの街の中では飛行できません。そうか。新エリアの街はそもそも ALO 本土とシステムの仕組みが違うみたいだな。はい。ですが、
今回のバージョンアップではシステムのアップデートはもちろん、新しいダンジョンやクエストも多数追加されています。高難度クエストもあるみたいですよ。それだけ遊び応えがある、攻略しがいがあるってことだな。キリトくお、アスナたちが到着したな。やっぱりあんたたち待ち合わせ時間より先に来てる。ん、仕方ないですよリズさん。キリトさんが待ちきれるわけないじゃないですか。ほんと、あんたって欲望に忠実というか団体行動を乱すわよね。まあそれがあんたらしいっちゃあんたらしいけどここ数日キリトくんずっとそわそわしてたもんね。それだけ楽しみだったってことでしょ。やっほーキリト、相変わらず元気そうだね。キリトー、相変わらず早いね。私たちを置いていかないでよ。すまんすまん。おいおい、さっきから俺たちのこと忘れてないか？クライン、エギルも来てくれたんだな。ネットでも話題になってた前代未聞の大型バージョンアップだぞ。ゲーマーなら公開直後のログインは基本だろ。しかし俺たちも水強なもんだよな。あれだけの目に遭っておきながらこうしてまたこの世界に来ちまってる。そうだね。アインクラッドで2年以上も戦い続けてきて、またみんなでこうして集まれるだなんて、なんだか不思議な気分。ああ、俺たちはあの場所でいろいろなことを経験し、さまざまなことを教わった。あの時生まれた絆があるからこそ、またみんな一緒にここに立っていられるんだと思う。どうしたよキリト、なんだか黄昏てるじゃねえか。クライン、茶化すなよ。さあ、そろそろ行こう。もうたくさんのプレイヤーたちがこの新エリアに挑戦してるはずだ。腕が鳴るわね。どんな新しいお宝が眠ってるのかな、楽しみだよ。さあ、新しい素材を見つけるわよ。俺も新商品をどんどん仕入れるぜ。頑張ろうね。おうよ、俺もかっこいいとこ見せてやるぜ。データの分析は任せてください。私も頑張っちゃうよ。おお、みんな気合入ってる。私も負けてられないな。行こうキリトくん。ああ、スバルト・アルブヘイム攻略開始。
俺の名前は桐ヶ谷和人。でも俺にはもう一つの名前がある。本名と同じくらい、いや今となっては価値を持つ名前、キリト。こう呼ばれることがとても自然になった。そう、2年前のあの事件から。2022年 VRMMO と呼ばれるジャンルを確立し、ベータテストから世間の話題をさらった。それはこう呼ばれた。ソードアートオンライン。それは五感を全てシミュレートし、脳に直接インプットするバーチャル世界。しかし開発統括の茅場明彦は1万人という膨大なプレイヤーをゲームからログアウトできないようにした。ただの疑似世界の遊びではなく、ゲームオーバーイコール現実の死という絶対的なルールの下で、プレイヤーたちのログアウトの条件はゲームをクリアすること。そして2年後、ようやくゲームはクリアされ、デスゲームは終焉を迎えたが、その間4000人が死んだ。その犠牲はあまりにも大きく、ログアウトできたプレイヤーは2年前とは比べようもないほど衰弱していた。俺たち SAO のプレイヤーだった者は施設に入院させられ、数ヶ月のリハビリ後、ようやく退院することとなった。新エリアに上陸したわけだけど、さてこれからどうしようか。まずは小手調べとして定番のクエストがいいんじゃないですかね。いろんなのがあるみたいですけど、何かいいクエストはありますかね。それならもってこいのやつがあるわよ。手軽にできそうだから初クエストにはちょうどいいんじゃないかな。キリト、その小手調べクエストはどこに行けば受けられるんだ？フィールドに出て天威門から北東にあるダンジョンともう一つあるみたいだ。それほど強い敵もいないだろうし、様子見としては良さそうね。素材になるアイテムがあるらしいから装備強化に使えるし、食材になる敵もいるらしいわ。装備が鍛えられる素材は魅力的ですね。私も欲しい食材があるの楽しみだな。それじゃ決まりだな。二手に分かれて早速そのクエストをやってみるか。さて、こっちのパーティーの目的地は天威門から北東にあるダンジョン。メンバーは俺とアスナ、リーファー、シノンか。今回はこのメンバーでパーティーを組むんですね。パーティー編成は宿屋グリーンカムビ金冠のオンドリ亭でできますよ。早速行ってみましょう。ここでパーティー編成ができるんだな。はい、編成できるのは1名から3名までです。編成に入れたメンバー以外はどうなるんだ？バトルには参加できませんが一緒に冒険できますよ。バトルに参加するメンバーを変更したいときは毎回この宿屋で行うシステムになっています。今回パパが編成できるのはパパとママ、リーファさんとシノンさんです。早速やってみてください。ここはエインヘリアル、勇者の魂が集う酒場です。休憩できるだけじゃなくクエストを受注することもできます。ここは工房です。武器の作成やアイテムの買い取りを行っています。でも今は調整中で入れないみたいです。ここはグリトニルの塔です。普段はギルドマスターや各種族の領主の会合などで使われています。この先は居住区です。特に用事はありませんね。冒険に出かけますか？腕が鳴るな。また冒険できるの楽しみ。敵が強くても私が守ってあげるよ。遠距離攻撃は任せて。さて、俺たちの目的地はここから北東にあるダンジョンだな。
早速マーカーを頼りに進んでみよう。この扉を魔法で封印されてるみたいだね。ということは物理攻撃じゃ破壊できないの？そうみたいね。これじゃあ先に進めないわ。となると、おそらくこの扉の封印を解除する仕掛けがあると思うんだけど、ここに不自然に穴が開いてるぞ。石板か何かを収めるのかしら。怪しいわね。他にも何かあるかもしれないな。この辺りを散策してみよう。わかった。みんなちょっとこれを見てくれ。何か書いてあるよ。トールのコーチ？あ、さっき移動してる時にこの先に農場みたいな場所があるのが見えたわ。きっとその農場のことを言ってるんですよ。扉を開けるヒントがあるかもしれないわね。ああ、それじゃあトールのコーチに行ってみようぜ。オッケー。全部倒したな。やったね。数の割には大したことなかったね。一体一体が強かったらヤバかったかもしれないけど。この調子なら先に進めばかなり手強くなっていきそうね。ALO 面白いじゃない。ああ、今回は雑魚敵だったけど、これからどんどん強敵が出現するんだろうな。二人とも目がギラついてるよ。別にいいだろ。純粋にゲームを楽しめる空間なんだからさ。さすが生粋のゲーマーは違うね。しかもキリト君ってば相当前からこのゲームに目をつけてたもんね。ああ、そうだったな。そう、俺は SAO から生還し、退院してすぐに ALO に興味を持った。無事に家に戻り、ようやく現実の生活に慣れつつあった頃、お兄ちゃん、ちょっといい？妹のスグハ、ゲーム内ではリーファと呼ばれており、SAO を生き抜いたプレイヤーの一人だ。私が前に遊んでた別の VRMMO があるって紹介したよね。まあ、アルブヘイムオンラインだな。空を自由に飛べるゲームで、種族間の争いが一つの要素なんだよな。そう、そして SAO のサーバーをコピーしたゲームが ALO なの。俺の恋人結城アスナ、彼女とは SAO の中で出会った。さまざまな出来事に巻き込まれ、二人で苦楽を分かち合い、俺たちは深い絆でつながれた。辛かった出来事、忘れたい記憶、重すぎる事実が心にのしかかる。俺たちには2年以上も生き抜いたあの世界で確かに得たものがある。そう。で、お兄ちゃん、ちょっとこの記事を見て。ネットワーク世界で人気の歌姫セブンは実は天才科学者だった。それはマニアックな人が読む記事ではなく、テレビのニュースで流れるような大衆に向けて用意されたものだった。歌姫セブンは12歳ながらその天才的な頭脳でさまざまな学位を飛び級で取得し、アメリカの MIT を首席で卒業したという天才科学者である。本名七色アルシャービン女子だって。ああ、それ知ってるぞ。日本人とロシア人のハーフの子なんだろ。仮想ネットワーク社会を研究してるんだって。ネットにも VR やフルダイブについて考察した論文がいくつも掲載されてたぞ。よく知ってるね。ああ、俺はまだ誰にも言っていなかったが、将来は留学して VR 技術の研究をしたいと思ってた。だからこの幼い研究者のことはとても気になっていたのだ。
それでね、 VRMMO の中でアイドル活動してるんだって。 SAO で戦ってきた私たちとしてはびっくりだよね。そうだね。でもこういうお祭り的な感じが本来のオンラインゲームなんだよ。でも科学者がアイドルなんてすごいよね。私だったら恥ずかしくて絶対無理って思っちゃうけど、12歳で天才で、しかも歌だけじゃなくて自分で作詞作曲アレンジもしてるなんて。この記事、歌姫の七色に透き通るような歌声が世界を照らし、種族同士の争いを止め和平の道へと誘うって書かれてる。 ALO ってプレイヤーキルがあり、というか種族同士の競い合いが前提なのに、攻略のある意味足かせにならないか。やっぱり外国の人のゲームの楽しみ方はスケールが違うな。 VRMMO 研究で注目を浴びている少女、ちょっと興味が湧